どうもこんにちは。さて、今日のテーマはですね、バインディング DB っていう、新しい薬が生まれるプロセスをもう根っこから変えちゃってるとんでもないツールについてじっくり見ていこうと思います。これただのデータベースじゃないんですよ。もうね、現代医療の未来を形作るための設計図そのものなんです。さて、ここからが本題なんですけど、今の薬作りって昔みたいにたまたま見つかったっていう偶然の発見から、データを使って賢く設計していくっていう方向にとんでもないパラダイムシフトの真っ只中にあるんですよね。そう、その変化っていうのがまさにこのスライドが示していることなんですけどね。左側、今までのやり方っていうのはもう本当に暗闇を手探りで進むみたいなもんで、時間もお金もかかるし、結構運に頼ってた部分が多かった。でも、右側のこの新しいアプローチは、膨大なデータを武器にして、まるで建築家が設計図を描くみたいに、めちゃくちゃ早く、そして正確に薬をデザインしていく、そういう世界なんです。そして、この新しい時代のど真ん中にいる主役こそが、今日お話しするバインディング DB。そう、誰もが使える、とてつもなく巨大な公開データベースなんです。じゃあ、バインディング BDB って何なのっていうと、一言で言えば、薬の候補になる物質が体の中のターゲットになるタンパク質とどれくらい強くくっつくかっていう、そのくっつきやすさを記録した世界で一番でかいライブラリーなんですね。もう生物学的な設計図がものすごい数集まってる場所だと思ってもらえれば分かりやすいんじゃないかなと思います。この鍵と鍵穴の例え、めちゃくちゃわかりやすいですよね。薬を鍵、ターゲットのタンパク質を鍵穴だとすると、バインディング DB はその鍵が鍵穴にどれだけぴったりはまるのか、どれだけ外れにくいのかっていうのをズバリ教えてくれるわけです。で、その規模がもう半端じゃないんですよ。見てください。290万件以上。これだけのデータが世界中の誰でもタダで使えるんですよ。これが研究開発のスピードをどれだけ上げてるか、ちょっと想像してみてください。しかもね、これ、ただ古いデータが溜まってるだけじゃないんです。毎年なんと12万5千件ですよ。それだけの新しいデータがどんどん追加されて、常にアップデートされ続けてる。つまり、世界で一番新しい情報がここに集まり続けてるってことなんです。じゃあそのとんでもない情報量、そして何よりもその情報の鮮度って一体どこから来てるんでしょうか。実はここにバインディング B の最大の秘密があるんです。その答えは、なんと、米国の特許なんです。普通のデータベースって学術論文からデータを集めることが多いんですけど、バインディング DB は特許に目をつけたんですね。この速さ、これがもう決定的な違いを生むんですよ。ここ、すっごく大事なポイントなんですけど、考えてみてください。製薬会社がすごい新薬の種を見つけたら、まず何をするか。そう、特許を取るんですよね。論文で発表するよりずっと前に。ってことは、バインディング DB は、その世界で一番新しい創薬のヒントをどこよりも早く手に入れてるってことなんです。で、これが AI を賢くするための最高品質のトレーニングデータになる。いやー、すごいですよね。いやーでも、これだけデータが多いと、そのデータ、本当に信じられるのって気になりますよね。大丈夫です。ここからは、このデータベースがただでかいだけじゃなくて、どれだけ信頼できて使いやすいのかっていうところを見ていきましょう。この表にある KD とか KI、IC50 とか、こういうのがデータの信頼性の肝なんですけど、ちょっと専門用語っぽくて難しく聞こえるかもしれないですけど、要は薬の効き目を数字で表したものだと思ってもらえれば OK です。例えば一番上の KD、これはね、数字が小さければ小さいほど鍵と鍵穴がガチッと強くくっついてるって意味なんです。わかりやすいでしょ？他のも同じで薬のパワーを測るための大事な物差しってわけです。ね、シンプルですよね。で、さらにもっと大事なのがこれなんです。バインディング DB ってただ数字がポンと置いてあるだけじゃないんですよ。そのデータが取られた時の温度とか pH とか、そういう実験の条件まで全部記録されてるんです。だからこそプロの研究者たちがこれなら使えるって絶大な信頼を寄せてるわけですね。さあ、ここからがこの話の一番面白いところかもしれません。このバインディング DB が現代科学の最先端、
AI を使った創薬とどう深く関わっているのか見ていきましょう。もうね、結論から言っちゃいます。バインディング DB は AI 創薬にとっての燃料なんです。AI に新しい薬を考えさせるには、まず大量のお手本、つまり正解データを学習させないといけない。バインディング DB はそのための最高級の廃屋ガソリンを供給する巨大なガソリンスタンドみたいなもんなんです。この流れを見てもらうとすごくわかりやすいと思います。まずステップ1、バインディング DB からとんでもない量のデータを集めてきます。次に AI がそのデータをひたすら勉強して、こういう形の分子はこういうタンパク質とくっつきやすいぞみたいなパターンをもう無数に学習するんです。で、その知識をもとに今度はまだ誰も知らない新しい化合物の効果を予測する。この AI の予測する力、これこそが今まで何十年もかかってた薬作りを劇的に短くする鍵なんですね。さて、最後にこのバインディング DB を支えている考え方、その哲学と、それが世界中の研究にどんなインパクトを与えているのかっていう話をしたいと思います。バインディング DB はですね、フェア原則っていう国際的なルールにしっかりのっとって作られてるんです。これ頭文字を取ってるんですけど、データを見つけやすく、ファインダブル、誰でもアクセスできて、アクセスブル、いろんなシステムと連携できて、インターオペラブル、そして自由に再利用できる、リユーザブルにしようねっていう考え方です。このオープンな姿勢があるからこそ、大学の研究者から巨大な製薬会社まで、本当にみんながこのデータを活用して、新しいイノベーションを起こすための強力なハブになってるんですね。あるトップクラスの専門家が、バインディング B のことをこう言ったそうです。人類が病と戦うための知恵の結晶だって。いや、もう単なるデータの塊じゃないんですよね。人類みんなの財産として、病との戦いに貢献している。まさにその通りだと思いませんか？バインディング DB が切り開く新しい薬作りの未来。その凄さ、感じてもらえたでしょうか？最後に皆さんにこんな問いを投げかけて今回は終わりにしたいと思います。AI とこの膨大なデータが次に発見する薬って一体どんなものになるんでしょうね。その未来は僕らが思ってるよりずっと近くまで来てるのかもしれません。